んな大好きペリカン。人気も強さもすごい。口の中に何でもしまえる有能な鳥。突然鳩食べたりしてたよね。なお正面。キモ。トイレやんけ。華麗な着地で草。ついー。ピタ。凍ってたんやな。かわいい。漫画のチンピラがこんな目してる。ほうほうほほう。ほうほほほっほうだって言ってるだろいい加減にしろ。まともな写真はないのか。進化の途中感がいいね。鳥好きちょっと来い。うちの子かはええやろ。塩だれの皮こそ至高。手羽先うめえよな。砂肝好きだわ。食う話はやめろ。ひたすらめでろや。ペリカントレーナー。アホだから同僚のカピバラトレーナーを飲み込めると思ってる。ダチョウとパタスモンキーもいそう。担当馬娘が走っていると釣られて走り出すけどなぜ走っているかはわからないダチョウトレーナー。ペリカンの世界には大きさという概念が存在しないのかもしれない。小さい頃動物園でペリカンに腕かじられたけど、なんで自分よりでかい生き物食べようとするんだあいつらは。改装される前のサンシャイン水族館行った時ペリカンの水槽代わりとペリカンがはみ出して手前で写真撮ってるおっさんを明らかに食おうとしてたのがその日見た中で一番スリリングだった。いっそ相手を加えることが親愛のサインとかってことはないかな。なさそうなんだよな。キリン食おうとするのは気が狂ってるとしか言いようがない。カピバラを食べようとするペリカンアホアホで可愛い。カピバラいい迷惑で草。ペリカンって天敵いないのかな。いないから丸飲みチャレンジャーなんだろうな。あやふやだけど、ペリカンが鳩を食っていた動画見たことがある記憶が、消化できるんですかね。喉越し生。当たり前だけどそこそこの確率で喉に詰まらせたり消化器傷ついてお亡くなりになるらしいよ。口に入る動くものなら食べる。口に入らなくても挑戦したら入るかもしれないから諦めずにチャレンジする。蛇みたいなメンタルしてるな。人間の子供でも食おうとするぞ。あいつらバカだから動いてるものは全部食べ物と思ってとりあえず食べようとするじゃなかった。いいな俺もペリカンに生まれるべきだった。人間の高い知能のままいろんなものを飲み込めるのにね。大きくなる前に死んでそう。仲間だって食う。この気が狂ったような食欲は、イビル状。ホムンクルスの食ってくるやつだと思われる。これ好き。鳩さん絶望的で草。のんびりしてる場合ちゃうで。それは一体どういう状況なんだ。ペリカンのあくびが思ってたのと違う。キモ。ひっくり返ってる。気持ちいいのかな。魚が上手に食べられない。諦めるなよ。諦めたらそこで試合終了ですよ。へったくそやな。ペリカンの群れ。ペリカンって群れで生活するのか？あんなのが集団で襲ってきたら怖すぎる。これペリカンか？流れるように挟みやがった。ペリカン怖い。当たり前のように食ってんじゃないよ。集団で魚を取るペリカンが怖い。距離が近いんじゃ。急に目の前でこんなの始まったら怖い。ヒッチコックの映画か？海外のビーチにサメ以外の恐怖があったとは。これだけ魚がいるならサメもおるやろ。ワイも見たことある。すごかった。そのうち魚に反撃されるで。ひえ。でかい魚だな。まあ、魚って大概肉食だしな。リトルマーメイドの世界なんかなかったんや。飛んでるペリカン。そういや、ペリカンってあんま飛んでるの見たことない。なんか色違くね？ワイの知ってるのはもう少し白いやつやこいつ汚ねえ色してんな。ハシビロコウとかいう謎の鳥。こんな動かない鳥なかなかいない。顔がとてつもなくでかい。ドラクエのモンスターにこんなんいるよな。チョコボールのパッケージのやつに似てるな。意外と可愛い。
いかつい顔なのに甘え方がかわよ。あんなんでも飛べるからすごいわ。でもこの手のクソでか翼を持つ鳥って着地が下手な気がソースはアホウドリ。でかいと勢いがやばいんやろか。それにしてもひどい名前だな。なんかの動画で見たが着地の時に翼がでかすぎてうまく動かせないからできるだけうまく墜落するしかないって聞いた。日本のどこかは忘れたがアホウドリの群れが集まる島があるらしくてそこに墜落しまくるアホウドリの群れは本幕さ。かわいい。あざとい。お辞儀かわいい。1枚目クソかわ。ハシビロコウ本当にかわいい。飼いたい。餌は生きた魚やから結構大変やぞ。ポケモンは早くハシビロコウモチーフの出せって10年くらい思ってる。頭と体のサイズ比を間違えて作っちゃったキャラ感ある。ハシビロコウさんかわいいよハスハス。キモかわ。特定した。わかった？さすが静岡掛川花鳥園の双葉ちゃんだよ。青い鳥か。時々くちばしでパコパコって鳴らすよな。他人とは思えない。おいやめろ。哲学者っぽくも見える。怖すぎ注意ハシビロコウの生態が残酷すぎる。ヒナは1羽しか育てない。弟は兄が元気に育たなかった時の保険でしかない。2羽生まれた場合は弟が見捨てられる。体の大きい兄に生まれたての弟ヒナはいじめられる。親は兄にいじめられて弱っている弟ヒナに見向きもせず元気な兄に餌を与える。なんか他人事とは思えないんだが。兄より優れた弟など存在しねえ。画像もっとない？あくびしてるハシビロコウタン。鳥のくせに殺気度が尋常じゃないやつ。なんかハシビロコウの生態に人生の厳しさを見た気がする。育てられないで弱ってくハシビロコウ次男に自分の姿を重ねてしまう。目が怖い。お前ら見た目の感想なんかどうでもいいんだこの現実の厳しさに身もだえるんだ。こいつに生で会ったらちびりそう。ハシビロコウとヒクイドリは生で見たら失禁しそう。花鳥園行けば触れるで。そのぐらいしないと、あの厳しい眼力は身につかないだろ。そんなんだから絶滅しそうになってるんだ。秘宝ティラノサウルスさん、ただのでかい鳥だった。昔。ちょっと前。最新。スズメやん。川よ。草。これ以上愛の夢を壊すのはやめろよ。クソでかいスズメとかそれはそれで怖すぎるで。やめてみたくない。デブチョコボ。ワイでも勝てそう。ゆるキャラやんけ。なんか改めて見るとこんなズル向けで外歩いてたら風邪ひいて絶滅しそう。こっちのテイストでジュラシックパークリメイクしてほしい。巨大スズメが気違いみたいな目しながら人間パクパクしてると思うと草。そらこいつが生き残るわ。やっぱこれだね。これほんと嫌い。一周回って好き。ファンタジーの生物としては不気味で結構好き。これやん。こいつも間違えちゃう？さすがに。ヘリコプリオンは大体そんな感じやろ。今の復元イメージだとした顎の中に丸の子が入ってる感じやで。答えは絶対にわからないからみんな好き勝手やりたい放題。で、奇抜なほどウケる。これが肉ついたらパッと見似たような輪郭になるんやしな。ほとんど想像やな。サメさんスカスカ。軟骨魚類だから。そもそも最初に見つけたやつが歯の化石一つから角生えたトカゲやろって勝手な妄想したせいで爬虫類っぽいイメージ作ったのが悪い。シャチとか骨だけ見るとあんな形だって素人には想像できないし恐竜がチュンチュンなのもありえそう。こいつの先祖が恐竜という事実。いかつく見えてきたわ。ワイはずっとオーラあるなって思ってたで。凶暴なんやろか。スズメ可愛いけどむちゃくちゃ凶暴だぞ。スズメも横から見たら恐竜の姿しとるで。この前まじまじと見てワイも思ったんやから。ワイは昔からこいつらでかかったら天下取れてるやろって思ってたやで。
ペンギン。骨格だけやと絶対わからんな。首長い奴らはペンギンみたいな感じなんか。ペンギンは変形できそう。ペンギンの骨格からペンギンは想像できないよな。骨格から想像できないは全部水の中におる奴らやからな。陸上におるのは大体想像通りの見た目しとるやろ。本当に昔のティラノ。この姿勢で脱して狩りしてると思うと草。でも不自然に短いしガバガバなんやろな。こんな生物いたら絶対弱いよな。その手の向きだとなんかくれやってものねだってるようにしか見えん。ゴジラの原型やね。着ぐるみっぽい。これなんか好き。ガバの骨格こんなんなんか。仮にゾウやカバが数万年前に絶滅してたとして専門家はこの頭骨からどの程度ビジュアル予想できたやろか？実際化石からじゃビジュアルわかるわけないけど仮にゆるキャラ感ある見た目だろうと10メートル強はある怠け者とかそれだけで怪物のように怖いんだよな。はい、すっごい納得。ゾウは耳も鼻も予想外すぎるな。人類の祖先であるアデロバシレウスちゃん。ジェイミンっぽさあるな。川よ。この辺はネズミとかラットが生き残ってるおかげで説得力ある復元やな。ここから人類まで進化したんか。ほんま不思議やね。トリケラトプスは信じてええんか？なんかトロサウルスがどうこうとかでもめとらんかったか？トリケラトプスは存在しなくて全部トロサウルスやから。そもそも先に付けられた名前がトリケラトプスやん。存在しなかったのはトロサウルスやんに変わった。でかいトリケラやってことか。ウルトラザウルスとかもおらんのやろな。そもそもトリケラテプスイコールトロサウルス説は否定も多し主流説でもなんでもないし。サイみたいやつだと思われてるけどカバの可能性もあるな。川よ。冬のスズメは見てると癒されるわ。前々から思っとったけど凛々しさ感じるわ。これが体長15メートルだと思うと怖いよな。閲覧注意。鶴かっこ単調の頭の真相のグロ画像。つぶつぶがキモい。単調の頭さらすのやめえや。ちなみに鶏のトサカと同じやで。解説しよう。単調の頭の赤い部分は羽毛ではありません。皮膚が露出し細かな肉こぶとなり血の色が見えているのです。肉こぶってのがもう、なんかもう、すっごい。それ指でグッとしたらどうなる？プチュ。体にこんなんついてたらコンプレックスで自殺するやろ。カカポの特徴、飛べない、体から天敵の猫か動物が好む甘い匂いがする、敵に瀕するとうずくまる習性があるので敵に襲われたらほぼ 100% 死ぬ。人懐っこい。かわいい？どうやって絶滅を免れてきたんやマンボウ並みの繁殖力があるとかなんか？もともと犬とか猫がおらんかったから普通に生きてたんやけど人間が入植して犬や猫を野生化させたせいで絶滅の危機に瀕してるんやぞ。ペットとしてくっそ有能なのに絶滅寸前で150羽くらいしかおらんのが惜しい。面白い生物いっぱいおったのに外事の白人がみんな殺しちまったのほんま腹立つわ。ゾウガメとか本当はもっといろんな種いたのに。旧約聖書に人間は特別だから自然は人間が自由に操るべきって書いてあったからだぞ。こいつのキャラデザどないなってんねん。話しかけてきそう。全身傷だらけで漂着した人の面倒を見そう。なんやこいつ作り物ちゃうんか。ワイはヘビ食いはしちゃんすこすこ。こんなんローキックしてくれ言うてるようなもんやん。初めて見たわ。フラミンゴみたいな足やな。上野動物園にいるで野生ではヘビが好物で、見つけると走っていって踏んづけてかじる。こいつの巣の動画ほんまきしょい。なんですかねこれは。コキンチョウのヒナ。親がヒナに餌をやるとき口がわかりやすいようにこのように進化したと考えられており餌を必要としない年齢に達すると消滅する。